ということでプノンペン国際空港に今到着しました。で今回なんですけども、タイトルにあります通りイエン県のフライト、これにちょっとどうしても乗ってみたいねフライトがあったんで、それを利用して移動していきます。具体的に説明すると、今こちらねカンボジアのプノンペンにいるんですが、ここからエミレーツ航空に乗ってシンガポールに行きます。普通だったらね、エミレーツっていうのはドバイを拠点にしておりますので、ドバイから世界各都市なんですけども、今言った通りね、イエン県という、他の都市をね乗り継いで最終目的地に行くっていうフライトを飛ばしている航空会社、昔はね JAL とかも多分やってたと思うんですけども、今はもうやってなくて、かなり少数派のフライト、他のエアラインでもやってるんですが、東南アジアでね結構これ代表するイエン県のフライトなんじゃないかなと思います。カンボジアのプノンペンとシンガポールをねこう往復するっていう、しかもエミレーツ航空、機材は777だったと思います。フライト時間2時間弱で、料金もめちゃくちゃ安いんですよ。片道1万2000円ぐらいかな、エコノミーにあれば。でファーストクラスもあります。ファーストクラスはね15万ぐらいしたんでちょっとやめましたけども、ビジネス6万ぐらいだったかな。エコノミーであれば1万2000円で移動できるんですよね。他の LCC とか、あとアンコールエアとか、あとシンガポール航空 SQ とかも多分飛ばしてます、この区間は。だからそれに合わせてね安くなってるのかなって感じはするんですが、もちろん中のスタッフさんとか、仕組みも全てエミレーツでやっておりますのでね、ドバイに行かなくても一応エミレーツ乗りたい人はこのプノンペンとシンガポールの間をね乗ることもできるよっていう、面白いフライトで、飛行機マニアの人は好きなんだと思います。で今回ちょっとねネタ的に私もちょっと やりたいなと思ってましたんで、実際に乗っていきたいと思います。でフライト時間が21時30分です。で今ね夕方の5時半ぐらいなんですけど、だいぶ早いですよね。6時半からチェックイン開始というメールが来ておりました。でこちらのプノンペン空港ねちょっと面白いのがあって、プライオリティパスでねプラザプレミアムラウンジ入れるんですが、それ以外も食事ができるお店があるんですよ、提携のお店が。ちょっとそれ食べに行こうかなと思っております。今日まだホテルの朝ごはん食べて以来ずっと何も食べずに来ましたんで、お腹空いてるんでね、それ食べて、あとフライト中も多分機内食あると思いますから、で最終的にシンガポールチャンギ国際空港に行くっていう、今回そういう移動のお話になってしまいますけども、そんな感じでお届けしたいと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあ今から空港の中入りましょう。一応こんな感じで空港の入り口オープンエアでなんかお店ありますね。フードホールって書いてありますわ。あとタイによくあるねカフェアマゾンあります。カフェアメソンね、タイ読みで言うと。じゃあ今からもう中入りましょう。なかなかの混み具合ですが、先にちょっと飯を食いに行こうと思ってて、これちょっと見えるかな、なんとね吉野家あるんですよね。すごくないですかプノンペン空港の中に吉野家がある。でまだねチェックインしてないんで航空券持ってないんですけど、いいチケットで行ける可能性あるんで、ちょっとまず先に行きましょう。強烈にエアコンが効いてますね。バンコクより、スワンナプームとかドンムより寒いな。たまたまかもしれんけど、おそらくねこのディムサムのお店、ヤムチャの店が多分 PP 対応なんですよね。チキン屋さんとか、あと和食の東京ステーションっていうお店もありますね。知らなかった、初めて来るからねプノンペン空港。この中だな。和食もあるな。和食食ってもいいな。吉野家食おうかな、 PP やめて。ちなみに今回なんですけど、シンガポール空港、チャンゲ空港に着いたらですね、空港に隣接してる、ホテル、クラウンプラザホテル取っております。めっちゃ高くてね、シンガポールホテルが1泊4万ぐらいだったんだよね、空港ホテルなのに。だから今回ポイントで抑えたんですけど、今日はもうこのフライトでチャンギ着いたらホテル行って終わりですね。明日また違う国の方にね移動するんですけど、ということで今ね聞いたら自分の勘違いでした。出国した後の中の制限エリアにあるレストランだったみたいで、 PP が使えるヤムチャの店は。なんで、今チェックインしないとダメですね。あと1時間ぐらいあるんですけど、ちょっと我慢できないな。吉野家ちょっと食べたいです。めちゃくちゃお腹空いてるし、1時間何もせずに待ってるのもちょっとあれなんで、機内食パスしてもいいから吉野家食べたい何やってんだろう俺。吉野家見つからなかったんで、今スタッフの人に聞いたら吉野家は潰れて、なんか東京ステーションっていう日本食のお店になったらしいです。グダグダだな。食べるのやめようかな。もうおそらくこの東京ステーションっていうお店が吉野家だった場所だと思います。心なしか吉野家風の生姜とか残ってるからね。で今もうちょっと迷ったんですけども、東京牛丼っていうのを頼みました。7ドルもしましたけど1000円は超えてるかな、1杯。
この後 PP で食べれてラウンジも行けて機内食もあるのにって思うかもしれませんが、そういう問題じゃないんですよね。今日これもう本当に最後の食事になる可能性もあるんで、チャンギ着いたらホテルで寝るだけですしね、食べとけます。ということで7ドルもしましたけど、もう我慢できなかったんで食べます。ちょっとなんかでも肉の量は少ない気もするけど、匂いは牛丼ですね。なんかもう吉野家のそのままなのかなじゃあいただきます。それじゃあいただきます。コーラはついてきましたね。普通に吉野家の味がしますね。ただ玉ねぎが1個も入ってないわ。全然ありですね。久しぶりに味噌汁飲んだわ。もうだいぶ日本を出発して時間経ってますけどね、ちょこちょこ日本食食べてますけど、久しぶりに味噌汁だ。これね、多分シンガポールにもすき家とかあるんですよ、チャンギ空港に。和食の店とかめちゃくちゃ高いからね、まだプノンペンで食べた方がいい気がする。まだあと40分ぐらいあるんで、これ食べてから、チェックインの並びたいと思います。それでは時間にはなりましたけど、まだ始まってないですが、チェックインね、そろそろ始まると思います。はい、それでは始まりました。チェックインします。私エミレーツのステータス等を持っておりませんので、今回エコノミーなんで並びます。かなり混んでますね。久しぶりにがっつり並ぶ感じです。今までステータスのね、あれに甘えておりましたんで、初心に帰って多分1時間ぐらい並ぶんじゃないかな。ということで、ようやくチェックインの方終わりました。1時間ぐらいやっぱかかりましたかね。で、今時間は19時半ぐらいかなんで、ちょうどいいですね。そんなにもうやることありませんので、今から出国してPP の何度も言ってますけど、ディムさんも食べに行きましょうか。ということで出国完了いたしました。結構早かったです。ちょうどボーディング開始まで1時間ぐらいなんで、いい感じですね。無駄なく。すごい免税店、かなり気合入ってるね。こんな綺麗なんだ、プノンペン空港。来る時もそうだったんですけど、プノンペン日本人多いですね。この今正面に見えてるディムサムの店があれですよ、 PP の対応の店だ。いいですね、空いてるわ。ということで今お店に入って注文したんですけど、ちょっといまいちね分かんなかったんですよ、説明が。ただなんか最初のオーダー1回しかできなくて、好きなもの選んでいいよっていう感じだったと思うんですよ。で、何品まで選べるんだろうと思って、でちょっと恐る欲しいやつ3つぐらい選んで、多分そんな食い切れないと思ったから、わりかし控えめにしときました。そんなにめちゃくちゃもうお腹空いてないからね。基本的にメニューの制限はないと言ってましたね。なんでエビシューマイとかエビ餃子系の天津とヌードルを1個頼みました。でドリンクはね、1回だけ好きなものを選べるって言われて、お酒もいいって言われたんですけど、ゼロコーラにしました。よくわかんないです、すいません。なんか結構ね、僕も英語できないけど向こうも英語できない人多いんですよ、カンボジアで。だから意思疎通が難しかったんですけども、多分これでいいんだと思います。ということで PP 飯到着しました。まず出来たての結構でかいですよ、1個がのエビ蒸し餃子みたいなやつ。はい、これ多分ね、他にも多分選べたんですけど食いきれんですね。1つに4つも入ってるわ。であと麺とか、あとチャーハンとかね、ルーローハンとかもあったんですけど、ちょっと自分はこの麺にしました。はい、だいぶボリュームありますわこれめちゃくちゃいいんじゃないですか、 PP 飯ラウンジ行くより。いただきます。お客さん俺しかいない。さっぱりうまいですね。普通にめっちゃうまい。美味しいすごい出来たて、すごいっすよ。めっちゃでかい。両方エビにしてしまいましたね。なんか1個肉にすればよかったな。でもエビ餃子大好きなんで全然いいんですけど、うまっ。ディンタイフォン超えてるかも。プノンペン空港穴場かもしれませんね。プライオリティパスを使い倒してただ飯食いたい人にとってはいいんじゃないでしょうか自分はかなり久しぶりに使いましたね。もう最近日本で使わなくなりましたからね。でもこれは使う価値あるような気がするな。ということで素晴らしい PP 飯でした。
これ知らない人意外といると思うんで、よかったらご活用ください。それではお腹いっぱいになりすぎましたわ。もう機内食食べない方がいいな。で、あとね、このプノンペン空港制限エリア出国した後タバコ吸えるところがあります。なので今から黙々所に行きます。ちゃんと制限エリアにもマッサージ屋さんがあるわ。いいな、おしゃれですね。空港全体がおしゃれだ。スワンナプームよりいいんじゃない。一応2階にですねプラザプレミアムラウンジがありまして、ここ PP で利用できるみたいなんですけど、今回行きませんけど、はい、こんな風にラウンジあります。それでこちらが黙々所ですね。ここの1箇所みたいですね。空港の一番端っこでした。そんな大きい空港じゃないんでそんなに歩くことはないですけど吸えます。素晴らしいです。ちゃんと座りながらタバコ吸えます。素晴らしい。エアコンも効いてます。もう今からドバイに行く感じが満々にありますけど、エミレーツに乗るからね。実はシンガポールなんです。ということであと5分ぐらいで搭乗開始ですかね。行き先はドバイ行きになってるんですよね。ただ途中でシンガポールで泊まってシンガポールで降りるお客さんとシンガポールから乗るお客さんでこう入れ替えるみたいなやつですね。はい、これがイエン県のフライトの醍醐味だと思いますけど、2時間ぐらいなんですよね。ここからシンガポールまではあっという間に着くと思います。もうお腹いっぱいになって非常に眠くなってしまったんではい、早くホテルに行って寝たいですね。空港ホテル取っといてよかったなと思いました。ただね4万ですからね、めちゃくちゃ高いんですよね。さっきも言ったけどポイントで今回取ったんで0円ですけど、シンガポールだからあんま行きたくないですよね高いから。間もなくですね、かなりのお客さんいますね。パンパンかもしれないですね。ちょっとねカメラでうまく映らないんでガラス越しであれなんですけど、777いますね。このプノンペン空港に泊まってるとめっちゃでっかく見える。それでは搭乗開始です。それではゲートくぐりました。見えてますね、777 300ER でかいね。すげえ久しぶりに777乗る気がするな。プノンペンの街はね、マツダのディーラーがいっぱいありました。マツダの車もいっぱい走ってた。もちろんトヨタもいっぱいあったけど、マツダの影響力があるんだね。座席は18の A 窓側ですかね。中東の匂いがする。こちらはビジネスクラスということで機内に入りました。エコノミーでもかなり前の方ですね。ビジネスクラスの本当裏ぐらいです。座席は343ですね。あんまり広くはないかな。こんな感じで、ちょっと残念なのはね、自分の横壁なんですよ。ギリ窓があるっていう感じかな。全然いいですけど、モニターもしっかりあって、匂いがね中東なんですよね。もうエミレーツ乗った瞬間から懐かしいなと思いますね。何気にと言ったらこれ生意気なんですけど、エミレーツエコノミー初めてです。私ビジネスクラスしか1回だけなんですけど、2回か、はい、乗っただけで全然詳しくないんですけど、エコは初めてですね。一応クッションとヘッドホンはありました。アメニティとかはないです。多分ねシンガポールからのドバイ行きではエコでも多分ちょろっとしたアメニティがあったりすると思います。はい、あとですね、ご存知の方も多いと思いますが、シンガポールはですね入国3日前からアライバルカード電子申請する必要があります。これ全員やらないといけないですね。最悪到着してイミグレの前のそういうブースがあるんで、そこでQR 読み取ってやればいいですけど、空港の Wi-Fi をつなげてね、いろいろネットの準備ができてない人とかだったら、もう日本から出発する前に、他の国でもいいですけど、入国日とか、乗ってきた便とか、そういったものを生年月日とかパスポート番号とか打ち込む、サイトがありますので、それをやるとチケットっていうか、何ですかね、PDF で送られてくるんですよね。バーコード付きのやつ、あれが届けばもうそのままイミグレーションを進んでパスポート差し込んで自動化ゲートで終わりです。で出国ももうそれのデータそのままって感じなんで、入国審査みたいなのは基本的にはないです。自分は今日の朝それやって、もうそのまま秒で来ますんでね、 PDF が
まあ、保存しなくてもいいと思いますけどね、メールの画面見せればいいと思いますが、もし何か言われたときは、そんな感じですかね。なんでもこのまま即入国して、ホテルに行きたいと思います。ということで、まもなくドアが閉まりますが、お隣のお客さんが来なかったんで、楽勝ですね。いやでもお客さんの層はね、なんか欧米人とかアラブの人が多いかなと思ったんですけど、割とチャイニーズ、もしかしたらまあシンガポール人かもしれない、が多いですかね。欧米人も結構います。多分乗り継いでヨーロッパ行ったりするんでしょうね。はい、ちょっと出発が遅れてますね。もう15分ぐらい遅れてると思います。まあ、今回の席はエンジンの、横よりちょっと後ろぐらいなんで、エンジンマニアの人の、ためにですね、いい音が取れそうなポジションだと思います。やっぱり777ね、このエンジンのでかさがポイントだと思いますんで、久しぶりに見るとめっちゃでかく見えるね。ちょうどタイムリーな記事をね、昨日だかに読んだんですけど、確かターキッシュですね、トルコ航空がスワンナプームからイエン県でこちらのプノンペンに飛ばすっていう便が運航されるらしいですね、これからね。なんで、まあ、今日自分がやってることと同じようにスワンナプームからプノンペンまでターキッシュに乗るみたいな面白いこともできると思います。別切りのチケットは多分売られると思いますんで、でラウンジとかもねSAC 持ってれば行きますし、そういったなんかイエン圏を乗るっていうこの楽しさっていうのをやりたい人はなんか幅が広がっていいですね。日系はね全然ないんですけども、逆になんか日本でやってほしいですよね。イエン圏面白そうじゃないですかやらないとは思うけど。Prepare for departure, thank you. 動画の途中ではありますが、少しばかり広告をお許しください。この動画の概要欄にあります専用リンクから私のチャンネルクーポンコードを活用していただいて、2年間プラン以上をご契約いただくと4ヶ月延長というキャンペーンを行っております。非常にお得なキャンペーンですので、ぜひよろしくお願いします。それで今私は北京対抗空港、中国におります。北京におります。今飛行機のね乗り継ぎ時間の待機中ということで、長時間なんですけども、はい、待機してて、で今空港にあるカフェでね時間潰しながら作業をやってるんですが、こんな感じでですね、海外でも私は今中国なんですけどノード VPN 使っております。ここ最近ね日本人の皆様でも、海外行かれる人増えておりまして、で特に仕事で出張で今までオンラインだったけどまた自分自身がね出向くみたいなことも多いと思いますし、旅行する人も多いですよね。特に海外旅行に行った時にですね、今私が実際に使っているように空港の Wi-Fi であったりとか、海外でね、ネットを使うときにこういった VPN をかますことによってセキュリティがね、向上します。具体的にどういうことかというと、空港の野良 Wi-Fi、無料 Wi-Fi ですねとかホテルとかの Wi-Fi を使うと、自分のね個人情報をね盗み見されて悪用される可能性があります。犯罪行為なんですけども、せっかくね時間とお金をかけて海外旅行に行ったんですけど、そういったね、つまらないことで被害を受けて、特にクレジットカードね即時決済通知をしている人であれば、急にね自分が使ったこともないお店で金額のね引き落としの決済とかの通知が来るとめちゃくちゃなえるじゃないですか。一概には全部言えないんですけども、こういったね海外で Wi-Fi を使った時に自分の個人情報を取られてですね、カードの番号とか
口座の番号とか暗証番号を盗み見されて悪用されるっていうことが実際に私の視聴者さんでも起きておりますので、そういうのを防ぐためにですね、NordVPN を活用していただくと非常にいいのかなと思います。NordVPN をかましてからインターネットをご利用いただければ、基本的にそういった悪用されることがかなり減らすことができるので、ぜひ皆さんね、活用していただきたいと思います。あとはコストパフォーマンスに優れてまして、NordVPN ね、1アカウントを作っていただければ最大10台のデバイスまで、使うことができますので、例えば家族で1人契約していれば10人家族以上でなければほぼほぼカバーできると思いますので、1台につきね、いくらっていう感じではありませんので、お得だと思います。あとはね、VPN の接続方法なんですけども、そういったもの私分かんない、お手上げだみたいな人も特にね、年齢が上の方多いと思いますが、こちら NordVPN ね、アカウントさえ用意していただければワンクリックコネクトといって瞬時にですね、設定も必要もなく VPN と接続した状態になりますので、非常に簡単です。冒頭も言いましたが、現在 NordVPN ではキャンペーンを行っております。私のチャンネルの概要欄にあります専用リンクからクーポンコードを活用していただいて、2年間プラン以上を契約いただくと4ヶ月延長というキャンペーンを行っております。非常にお得なキャンペーンですので、ぜひご利用いただければと思います。それでは広告終わりです。本編に戻ります。ということで、離陸して20分ぐらいが経ちました。今ね、機内サービスが始まって、一択だったんですけど、バターチキンカレーって言ってましたね。はい、めちゃくちゃ豪華ですね。こんな短いフライトでパンもなんかデザートもドリンクもね、水もあるのにこんだけたくさんくれました。これオレンジジュースとセブンアップかな。はい、こちらがメインのバターチキンカレー、めっちゃうまそうだね。さすがですね、スーパー金持ちエアラインですわ。さすがエミレーツ。ということで今食べましたけど、右側がね、本当に皆さんが日本でも食べる美味しい濃厚なバターチキンカレーって感じで、チキンもゴロゴロ入ってて美味しいです。で、左側が多分ね、ダルカレーってやつですね。豆のカレーです。これもこれでコクがあって美味しいです。で、ライスはね、やっぱこう潮流米ってやつですよね。タイ米みたいな。ただちょっと中東テイストな匂いがします。なんかハーブが入ってますね。正直結構お腹いっぱいなんで全部ちょっと食べないんですけど、ここまで2時間ぐらいの、2時間ないですね。マップで見ると1時間40分でしたんで、距離でいうと1100キロ、プノンペンからシンガポールまで。それでもやっぱこんだけのものをちゃんと提供して、チケット1万2000円ですからね。めちゃくちゃ安いのに777で飛ばして、余裕がないとできないですね。デザートはこれヨーグルトかと思いましたけど、違いました。マンゴープリンでした。しかも結構ね、量があるんだよね。なんかしょぼくないで、上にはなんかタピオカみたいな、白いタピオカみたいなのが乗ってますね。これめちゃくちゃうまいです。はい、これだけはちょっと完食しようかな。ということで、シンガポールチャンギ国際空港到着しました。Thank you。ということで、あっという間にシンガポールチャンギ国際空港に着きました。何気に久しぶりだな、チャンギ。シンガポールの匂いがしますね。やっぱりチャンギ空港はいつ来てもいいですね。もう日付変わって今0時30分なんですけど、混んでますね。これですね。はい、もうこれは全部終わってます。それでは入国します。
ということで秒で入国完了しました。こんだけ早くて空いてると、気持ちがいいですよね。混んでるんですよ、人いっぱいいるんですよ。設備が優秀で早いんでサクサクいってるっていうだけで、いやすごい合理的ですよね。シンガポールは税金が高いからさ、こういうサービスに充実してるってよく言う人がいるんですけど、日本も負けないぐらい高いんですけどね、全然還元されてないと思うな。それでは荷物受け取ってすぐホテル行きましょう。ということで入国もして荷物も受け取りました。もう第一ターミナルだからジュエルのとこか。すいません、ここでちょっと秘宝なんですけども、自分のミスなんですけど、ホテルのね日付間違えてました。ポイント宿泊で取ったやつ1ヶ月先だった。今ね3月、9日になったところなんですけども、3月8日で1泊、今日の夜到着で、計算してですね、取ってたんですけども、おかしいなと思って今アプリ見たら予約日が4月の8日になってましたんで、そうでもう当日のねポイント宿泊っていうのはできないんですよね。で値段見たら4万3000円でしたんでちょっと厳しい。別に払えるけど、なんか寝るだけのために4万8000円払うのが嫌だからポイントで取ったのに、払うのはなと思って今悩んでおります。あとね空港泊するという手段もあるんですけど、明日結構動かないといけないんで、そう実はマレーシアの方にね出国するんですよ、陸路でね。だからしっかりちょっとシャワーも浴びて寝ときたいっていうのがあって、もう空港泊したくないんですよね。それなのにやっちまったな。ちょっと今からどうしようか考えようと思います。ということで今見たらね、このヨーテルエアっていう空港ホテルが別にあるんですけど、ターミナル4の方かな。そこね、トリップ .com とかブッキング .com で見たけど、やっぱもう無理だわ。本日の空室は出てこないですね。もう過ぎてるからっていうのもあると思うけど、もうこんな時間でね満室なのかもしれない。いやー痛いですね。結構なボンミスです、これは。とりあえずもうね今違うホテルをポイントで取ったんで市内の方に行きます。どっちみち明日市内の方移動しないといけないから、ホリデーインがなんとか取れたんで、そこまでウーバーかなんかで行っちゃおうと思います。もうなんかジュエル見る気もなくなりましたこのまますぐにウーバーとかピックアップができるんで合理的すぎる。アライバルついてそのまま下行くだけ。それでは割と空港から近めのホリデーインエクスプレスカトンというホテルに急遽取ったんで行きます。今グラブ呼びました。21ドルぐらい、シンガポールドルぐらいですかね。2000円ぐらいかな。はい、ということで空港から10分ぐらい着いた。めちゃくちゃ早かったね。このショッピングモールと直結してるカトンっていう場所が初めて来るな。のホリデーインエクスプレス、一応インディゴとくっついてるんだね。はい、今からチェックインします。ということでチェックインできました。さっき予約して今日ポイント泊っていうのがちょっともったいないんですけども、お金は使わず泊まれるって考えればいいのかもしれないですね。ここもようやく普通に現金で泊まったら2万ぐらいしますからね。シンガポール高いんですよ。遠いなと思ったけど角部屋か。ホリデーインエクスプレスは多分スイートとかないんでただの角部屋だと思います。ということで部屋に入りました。はい、こんな感じの、十分ですね、寝るだけで。これでも2万って高いよね。いやポイントで取るべきでしょう。で、はい、トイレとシャワーがあります。すいません、雑な説明で。もう結構ね、私眠いんですよね。はい、とりあえずもう、無事に入れてよかった。ホリデーインエクスプレスだから、ないですね。水とかも。無料のやつはないです。近くのお店で買ってくればいいか。で、朝食は無料なんですよね。一応、上級会員の資格持ってても、持ってなくても、ここは無料なんですよね。ということで、なんとか今日の移動は終わりです。
先ほども言いましたけど、すごい久しぶりのシンガポール入国ですね。もうチャンギの乗り継ぎだけっていうのばっかりでしたんで、ここ最近、入国して泊まるっていうことをしてなかったんで、新鮮な気持ちではあります。ただもうちょっと眠いので、あんまり頭回ってませんけど。それで今回のね、動画のメインテーマなんですけど、エミレーツのね、イエンケンフライト、プノンペンから、チャンギまで。これは昔から有名なフライトだったんで、意外とでもね、多分動画にしてる人少ないなと思ったんですよね。で、私は一回これ乗ってみたいと思ったんで、しかも安いですしね。実際今回動画にしてみましたけど、飛行機好きな人が喜ぶネタなんで、他の人はちょっとわかんないんですが、ただね、12,000円で2時間弱のフライト、で、国際線、で、機材、で、サービス、機内食すごい良かったですね。プノンペン空港も結構、良かったなと思いましたし、コスパがすごくいいと思います。イエンケンフライトっていうのはね、もともと通して乗らなければ途中で降りる、この短い方の区間で乗ると、結構 LCC と同じぐらいの値段なのに、サービスがいいと。で、マイルとかも溜まりますから、ちょいちょい見つけて皆さんもね、あれば乗ってみるのもいいと思います。日によって高い日とかもあるかもしれませんけど、多分プノンペン、チャンギとか、辺であれば、安いんじゃないかなと思いますしね。何分なんていうんですかね。アジア感がない。イエンケンのフライトのね、醍醐味っていうのは、やっぱりね、本来ならそこに、飛んでない、ローカルな航空会社と雰囲気が全然違うっていうのが、ね、プノンペンからシンガポール行くだけなのに、思いっきり中東感が味わえる。またこれがエアラインによって変わると思います。ヨーロッパの航空会社とか、アメリカの航空会社とかだったら、それでね、また特色が変わると思うんですけど、そこが面白いなと思ったんで、今回ちょっとネタにしてみました。それで今回の動画一旦ここで終わると思うんですが、何のためにシンガポールに来たかっていうと、明日ですね、マレーシアのちょっと私の行ってみたい、町というか、島というか、あるんですよ。でそちらの方に行くためにわざわざシンガポールをちょっと経由して、来ておりますので、滞在して街をブラブラするとか、せっかくシンガポールに来たからね、マリーナベイサンドの、カジノとか行こうかなと思ったけど、ちょっとそんな時間はなさそうなんで、とりあえず明日に備えて寝て、またすぐ出発という感じになりますので、次回ちょっと動画、飛んでるかもしれませんけども、そんなつもりで、私は移動しておりますので、引き続きまた次回も見ていただければと思います。ちょっと今回の動画短かったと思いますけど、ご視聴ありがとうございました。皆さんコメント、高評価よろしくお願いします。それでは、おやすみなさい。